よく聞きません？私たちは親を選べれないけど、友達は選べれる。これは非常に大切です。どんな人に囲まれて、どんな人と付き合うか、非常に大切です。はい、皆さん、こんにちは。立花さゆりです。今日は人を見抜く方法っていうことについてお話ししていきます。私、26歳の時に起業して、それでたくさんの人と会ってきました。それで人を見る目が養われました。そして今日は私が見つけた人を見抜く方法についてお話ししていきます。その方法はとても簡単です。では結論から言います。それはその人の素の顔、素の時の表情を作ってない時の顔を見たらわかります。例えばその人が喋ってない時、そして何か考え事をしている時、そうするとその人の本来の表情筋がわかります。人の顔の表情筋っていうのはその人の思考習慣を表していると思うんですよ。そして人の服装、身だしなみっていうのはその人の生活習慣を表していると思うんです。例えばいつも不満、不平、愚痴ばっかり言ってる人はそういう顔になってしまってるんですよ。逆にポジティブで明るい人はそういう明るい顔なんですよ。そして見るポイントは2つです。この目元と口元、口角を見てみてください。ポジティブでよく笑う人は目尻に笑いじわができてます。そして口角が上がってます。逆にクレーマーさん、クレーム、悪口、不満、不平を言ってる人はだいたい皆さん目尻が下がってます。そして口角も下がってしまってます。骨格が全部下がっちゃってる人たち、要注意です。なぜかっていうと、あなたも必ず悪口を言われます。別にあなたが悪いことをしてなくてもです。でもその人たちは悪くないんですよ。悪いのがその人たちの思考習慣が悪いだけなんです。なぜかって言ったら、人はそれぞれ思考習慣が違うんですよ。私たちの脳の中にラスって言って情報フィルター部分があるんです。そのラスがスポットライトもしくは虫眼鏡のように当てるところが違うんですね。そしてその悪口、不満、不平しか言わない人たちは目に見えているこの環境、そして相手の人から悪いところしか見ようとしてないんですよ。なのであなたがいくら素晴らしい人間でも相手は必ず何か見つけ出すんですよ。人間は誰でも完璧ではないし、そもそも完璧さって何ってなりますよね。逆にポジティブな人間っていうのはこの世の中、そして相手のいいところしか見ようとしてないんですよ。でも悪いっていうよりも、ここは改善余地があるなっていうところはちゃんと手助けをしようとします。でも人は誰でも悪口を言いたくなる時あります。わかります。ある特定の人のせいでストレスを抱えてしまう時ってあります。そういう時はノートや紙に書くか、どうしても人に言いたい場合は、あなたが信頼できる人だけに言ってください。ここで私が体験した実際の出来事なんですけど、これも以前の動画でもお話ししてるんですけど、めっちゃ綺麗な人がいたんですよ。もう周り、誰が見てもあの人美人だよねって言われる人。でもあの人の残念なところが一個あって、人の悪口ばっかり言うんですよ。それで5年後ぐらいにあの人の顔180度ぐらいに変わったんですよ。もうザ・鬼みたいな顔になってしまったんですよ。私の好きな言葉の一つ、我以外みんな師匠。好きな人も好きではない人も静かに観察するだけで本当に勉強になります。
はい、では今日のお話をまとめます。人を見抜くことはとても簡単です。ポイントは2つです。目元と、そして口角を見たらすぐわかります。よく聞きません？私たちは親を選べれないけど、友達は選べれる。これは非常に大切です。どんな人に囲まれて、どんな人と付き合うか、非常に大切です。どんな人と付き合うかによって、あなたの人間性、そして未来、そして成功だって左右されると言っても過言ではないです。はい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか？いいねと思った方はいいねボタンと、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。